モデルです。よろしくお願いします。今回はプラモデルの缶スプレー塗装についてまとめてみました。缶スプレーの扱いや塗装環境をこれから学びたい。そんな初心者に向けた内容になっています。また、屋外塗装をメインに説明しています。今回お話しする項目は以下の通りです。缶スプレー塗装とは、すでに希釈が済んだ塗料をガスの力で塗装します。希釈道具が一切必要ないので、塗装もメンテナンスも楽です。そして、とても多くのメーカーから発売されていますので、手軽に手に入れることが可能です。特にタミヤ、クレヨスはカラーラインナップが豊富で、この2つのメーカーを選べばカラーには困らないと思います。ほとんどの商品はラッカー系です。水性の缶スプレーも発売されています。今回はラッカー系を説明しています。構造について、缶スプレーの構造を説明します。構造には主に2つのポイントがあります。高圧ガス。缶の中には希釈された塗料と高圧ガスが入っています。高圧ガスとは DME、LPG などの可燃性ガスのことです。取り扱いを間違えると引火や爆発の危険性があります。なぜ危険性のあるガスを使用しているかというと3つの理由があります。一定の高圧力。新品の缶スプレーは噴射の力があります。しかし塗料が半分減った時点でも噴射の力は変わりません。塗料と一緒にガスも減っているはずなのに不思議ですよね。これは塗料の中にも液化したガスが入っていて、缶内部の圧力が低下すると気体になるからです。つまり缶スプレーで使用する塗料は液化ガスとの混合液ということになります。DME や LPG は少しの圧力変化で液化、気化しやすい性質なので常に缶の圧力を一定に保つことができます。微細粒子の形成。液化ガスは大気中に噴出されるとガスの溶液が200から300倍の微層になる特徴があります。噴射の力がありつつ微細粒子を形成して塗装可能になります。安価。DME や LPG は圧力をコントロールしやすいので缶の厚みを薄くできます。缶の底がフラットではなく湾曲しているのは圧力で缶が変形しないための知恵です。玉の意味。塗装用の缶スプレーは振るとカラカラっと音がしますが、これは塗料攪拌用の玉の音です。塗料の濃度を均一にする役割を果たしています。ビー玉や鉄の玉が入っています。この玉を回してそこに溜まった塗料を攪拌します。屋外塗装、塗装環境についてお話しします。この動画をご覧になっている方の多くは塗装環境は揃えられないけど手軽にムラなく塗装したいというモチベーションだと思います。缶スプレーは綺麗に塗装はできますが、性質上どうしても大型の塗装ブーツが必要になります。そして缶スプレーはラッカー系のものがほとんどで臭いです。そうすると必然的に屋外塗装がメインになります。屋外塗装には4つの注意点があります。風は常に注意する必要があります。段ボールなどで風よけを作るのをお勧めします。風があるとどうしても塵や埃が塗装面についてしまいます。これらは目をつぶるか気になる場合は乾燥後ヤスリで削り落としましょう。雨はかなり危険です。風に舞って雨が塗装面に一粒でも付着すると塗料が水に反応してへこみになります。下地のサーフェイサーまでやられている場合もあるので、雨の日はなるべく避けた方が良いです。湿度。雨の日など湿度が 80% 以上の場合は注意です。ラッカー塗装面に空気中の水分が残留して白くなる可能性があります。逆に冬場の湿度が 40% 以下の場合も注意です。埃や塵が舞いやすくなります。ご近所。屋外塗装する場合はこちらを一番注意しなければなりません。有機溶剤の匂いや塗料のミストが付近に影響します。家が密集する地域では特に気をつけた方がいいと思います。塗装方法については屋外塗装の想定ですが以下のことを説明します。風よけ、ボードや段ボールなど何でもいいので風よけを作ります。以前 USB ファンを使った屋外用塗装ブースを制作したことがあります。一定の効果はありましたが、屋外では風よけの広さが重要だと分かりました。上下左右しっかり囲うように風よけを作りましょう。先ほど注意点として挙げた風、雨に関してはこれでかなり安定した塗装が見込めます。攪拌。缶スプレーは使用する前に必ず攪拌する必要があります。中に入っている玉を使って攪拌します。塗料は底に沈殿していますので、そこを意識しながら缶を回します。上下に振るやり方もあります。
その場合は玉を回しながら上下させるようにすると効果大です。攪拌時間は30秒以上を意識します。作業中に使用しない時間があった場合も軽く攪拌しましょう。距離。缶スプレーは一定の距離で塗装します。対象物から約20センチが良いです。距離が遠いと風の影響を受けやすく、塗装面もザラザラになりやすいです。逆に距離が近いと塗装面は綺麗になりますが、厚塗りと液だりの危険性があります。塗装具合を見ながら距離を調整します。拭き方。缶スプレーの拭き始めと拭き終わりは塗装対象物から外す必要があります。理由は塗装ムラを防ぐためと不安定な噴射状態を避けるためです。平行にスライドさせます。素早くこの動作を繰り返すといいです。ゆっくりスライドさせると一度に大量の塗料が付着して厚塗りや液だりの危険があります。塗装方向はなるべく一方向で塗装するようにしましょう。左右など交互にすると均一に塗装しづらくなります。塗装の順番。缶スプレーは吹き付けの強弱をつけるのがとても難しいです。細かいエッジやへこんだ部分は塗装しづらいです。ですので、こちらを先に塗装してから広い部分を塗装した方が厚塗りや液だりのリスクを減らせます。重ね塗り。塗装面積が大きくなるほど塗装難易度が上がります。缶スプレーでは重ね塗りをすることで安全に塗装できます。小さなパーツは普通に重ね塗りして問題ありません。大きなパーツの重ね塗りは少しコツがいります。大きなパーツは最初に少し遠目から塗料を軽くのせる程度を意識します。パーツ全体に塗料の粉がついたような状態にします。これは砂拭きとも言われます。表面に凹凸をつけて2回目以降の塗装の食いつけを良くします。そして2回目以降重ね塗りして完成を目指します。重ね塗りするタイミングですが、小さいパーツは小刻みに塗装を行って問題ありません。大きなパーツは塗料の濡れた感じがなくなる頃が良いです。完全に乾燥すると逆に綺麗に塗れなくなります。溶剤を活かしてうまくなじませながら重ね塗りするのがポイントです。塗装のコツ。数をこなして慣れていくといろいろわかると思いますが、一度に塗装しようとしないことです。缶スプレーは便利ですが、コントロールが難しいツールです。丁寧に重ね塗りすることがとても重要です。モデロはパーツが大きくなければ次のことを意識しながら重ね塗りしています。最初に対象物から少し遠めにして塗装。次に少し近づいて早く塗装。最後にさらに近づいて早く塗装。基本的に早めに塗装すれば厚塗りや液だりのリスクはかなり減ります。安全に塗り重ねて綺麗な塗装面を作ることができます。健康のために。缶スプレー屋外塗装の健康のために必要な道具を説明します。防毒マスク。これは必須です。基本的に塗装ブースの吸気と排気がないので、有強剤などから体を守るためにもしっかり装備しましょう。ゴム手袋。塗装に持ち手棒を使う場合は必要です。缶スプレーは噴射の力が強いので手に塗料が付着しやすいです。皮膚を守るためにも装備しましょう。いかがでしたか？今回は缶スプレー塗装についてお話ししました。缶スプレーはとてもお手軽に綺麗に塗装できるので、ぜひトライしてみてください。それではまた。